はい、皆さんこんばんは、ことなです。自宅ガレージの相棒の車内におります。今日はですね、このリアゲートを中から開けたいということで、ちょっと簡単な DIY でできるようにしたいと思います。エブリはですね、中から開けるっていうものがオプションでもない、外からしか開けられない。で、これをなんとか中から開けたいなということで、方法はいくつかありまして、割と使われてるのは部品として売られてるんですけれど、こう引っ張る、チョークレバーがあって、その先にワイヤーがついて、このワイヤーをロック機構のところへ取り付けると。でワイヤーを引けばロックが解除されると。要するにこうピッて引っ張るとね。ただ問題はそのチョークの、レバーの部分なんですけど、それをね固定しなきゃなんないんですよ。で固定するためにはドリルで穴を開けて、そこに内側からこう差し込んだチョークをこうナットかなんかで留めてしっかり固定してっていう作業になるんですね。見栄えはその方が非常にいいんですけれども、やっぱりねその車両本体に穴を開けるということに対して抵抗を感じられる方も多いと思います。で僕もそれはやりたくないので、そうではない方法を取りたいと思います。ただ途中でね細かく解説はしますけれども、最終的に僕が取った方法はこれ本体には傷はつけませんが、この内張り2つの方法を実施しているので、1つは小さな穴を開けることになります。もう1つは、もうちょっと大きい穴、指が2本入る程度の穴ですね。これをね開けることになりますので、そこはご了承ください。でそれすらも嫌だっていう方はね、一つ方法があるのでお教えしますが、あえて僕がその方法を取らない理由というのはですね、やっぱりそれはそれで一つ問題があるので、それも合わせてね解説していきたいと思います。まずはとにかく内張りを外してどういう仕組みになっているかっていうのをしっかり分かった上でね、じゃあ何と何ができるっていうところをご紹介した上で作業の方に入っていきたいと思います。内張りはですね、エブリの場合、13箇所ロックピンで留めてあります。でこれの外し方についてはですね、以前天井断熱という動画の中でも説明していますが、簡単にね今説明しますね。何種類かの樹脂製のこういうピンをエブリ使っているんですが、このリアの場合はですね、このプッシュピン式のやつなんですね。でこれをねどうやって取るかっていうと、マイナスのドライバーとここのねピンのところにこうどこでもいいですよ、このくぼんだ3箇所のところにこれをググって入れて、ちょっとこうひねってやるとプッシュピンが飛び出てきます。そうすると中で開いた足がフリーになるので、あとはこれを場所によるんだけどね、これでビッて取れる時もあるし、こういうのでこうもごもごこういう風にやってると浮いてくるので、浮いてきたところを抜くとこれで取れます。でね、お車に売ってたと思うんですけど、内張りを外すといきなりこの状態になるお車もあれば、僕の場合はね違ったんですね。こういうカバーがしっかりついてました。で、このカバーねもう僕が加工しちゃってるんで穴が開いてます。1箇所2箇所。本来はこんなもの開いてなくてのっぺーとしてます。で、下の方はこうやってねヘリに差し込むタイプで、上がねこういうロックピンでブツッとこう差し込まれてる状態なんですよ。でちょっとやそっと引っ張ってもこれ抜けないんで、樹脂だから変な引っ張り方すると壊れちゃうんでね、慎重にやるんですけど、どうもですね右と左でちょっと差し込み方が違うみたいで、向かって左側の下から覗くと隙間がありまして、そこにねマイナスドライバーを差し込んで、ちょっとこう上下にグリグリやるとこいつとピンが外れます。でピンが外れたら片側はねこの方向にスライドをさせれば、斜め上に持ち上げるようにやれば多分取れると思うんですけど、僕の場合はピンごと抜けましたね。だからいずれにしろ取れればいいのでこれを取ります。はい。で取った結果がこういう状態と。ちょうどこの位置にレバーがあるんですよ。で今手が届かないんで、外から手回せないんですけど、レバーをいつもねこうグッと上げるとですね、これがこう動くんですよ。わかります？
これがレバーなんですね。レバーの内側になってるんですけど、これ。で、レバーを動かすと、ワイヤーが引っ張られると。こういう格好なんですね。で、ワイヤーが引っ張られると、ここ、鍵がね、こういう感じでついてるのね。で、ワイヤーがこっちに引っ張られると、この鍵がこう動く。こういう動きになってるんです。ってことは、内側から開けるためには、このね、鍵が、例えば、真上に引っ張って、パカッとこう外れる。こんな感じになるものでしたら、ここに、例えば紐か何かをつけて、真上に引っ張り上げてあげれば、これと同じ作用になるはずですよね。ただ、エブリの場合、こういう動きをするので、いっぺん僕もここに紐つけてみたんですけど、真上に引き上げても動くんですよ。動くんだけど、そうするとね、この張ってるワイヤー、これがね、ブヨンってここでたるむんですね。で、ワイヤーってね、張ってるものは、たるませない方が絶対いいです。なので、もしここに紐をつけて操作しようとするんであれば、紐をこっち側に引いて、ワイヤーを引いたのと同じ状態になるような動き。で、その紐はっていうと、どっかこの辺に穴開けて出すか、でなければ、ここわかります？ロックピンを刺す穴。ここから紐を外へ内張りを通して出して、ここで引っ張ってあげる。そうするとワイヤーは動くので、ロックが解除される。という方法がありかなと。で、もう一つの方法は、ここに結びつけて、で、逆に今度これをね、下の方に引っ張ってあげる。紐を引っ張る。そうするとやっぱり開くので、じゃあ引っ張ったその紐をどっから出せばいいかっていうと、ちょうどここにロックピンの穴があるので、ここから通して出す。で、下に引くかな。なんだけど、これ扉閉めちゃうとね、結構床がギリギリに来るんで下に引くって難しいんですよ。そうすると、やっぱりこう引いたりとかするようになる。そうするとね、ここ見てわかるけど、金属でしょ？紐がこう入って、こういう風に引っ張られるってことは、ここで紐が擦れちゃうんですよ。そうするとね、丈夫なパラコードでさ、2、3回やるだけでね、ボロボロになるんです。試しにやってみましょうか。わかります？今わずかね、4、5回ゴリゴリとやっただけでもうパラコードこんなになっちゃうんですよ。だから頻繁にやってたら割と簡単にね、あっさりこれ切れてっちゃうと思うんですね。で、じゃあ切れるのはパラコードじゃダメだから丈夫なステンレスのワイヤーにしようとかってやった場合、今度はステンレスのワイヤーが多分ワイヤー層と同じ役割でこいつを切ってっちゃうと思います。どっちかが弱い方が負けて削れていくので、なのでここの穴を使ってね、やりたいっていう方の場合は工夫がいります。ここにグロメットみたいなのをはめてゴムのでやるって方法もあるんですけど、多分ね、それでもグロメットが今度はね、あっという間にいかれて、結果的には直接グロメットが切れた後にこれが当たることになるんでダメだと思いますね。一番いいのはこのワイヤーと同じ仕組み、つまりこういうホースの中を紐を通してホースの中をこう移動する格好、そういう風にしてあげればこのエッジに擦れて切れるなんていうことはないのでね。だから紐でやろうとするとその紐を通すようなパイプがあって、そのパイプがここからうまい具合に出ればパイプの中を通るのでいいかなと。でもなかなかね、そんなもの探したけどちょっとないんだよね、この穴に合いそうなのがね。だからもし僕がそのやり方をするんだったら、やっぱりこういうチューブの中を通った、ワイヤー、こう同軸ケーブルみたいなあんな作りのものがもしあって、ここから出せるんであればワイヤーを引っ張ってっていうやり方をしようかななんて思いますけど、
基本は家にあるものを使いたいというので、僕は紐で丈夫なパラコートを使うやり方をしたいと思います。で、穴はどうするかってことに関しては後でまたご紹介します。で、もう一つ僕が今回やった方法はこちら。このレバー。これをね、こうやればほら、横のワイヤー引っ張られるでしょ。これで下の鍵開いてるんですよ。ってことは、外からダイレクトに指を入れちゃって、これをね、ギュッてやれば開くんでしょ。紐も何にもいらない。なので、一つは、ここに外から指が届くような穴を開けてしまう。直接法と紐をつけて引っ張る間接法と、この2通り作ってみたいと思います。というかもう作ってあるんですけど、今それをね、一つ一つ元通り組み立てていきますね。はい、紐の通し方なんですけどね、これね、ここに黄色い樹脂があるじゃないですか。黄色い樹脂。このね、上を通すようにしてください、必ず。こういう、よいしょ。こういう状態ですね。この黄色い樹脂よりも上、こんな感じでね。なぜかっていうとね、これより下に行って、ここにこう、いい具合に突起があるんで、これにかけたりすると、思うように真下に行かないです。それからこの黄色い樹脂が外れたりするので、この樹脂の上、ここをね、紐で通して固定するという形をとってください。紐の結び方はね、別にこだわりないです。しっかり結ばれればいいので、僕は普通に肩結びしてます。で、この状態でね、ちょっと試してみると。思いっきり下に引っ張ってみたときにレバーが動くの。外れた。ね。大丈夫ですね。はい、ここまでできたらですね、カバーを元通り取り付けていきます。紐の方はあらかじめここに穴が開けてあるので、この穴に紐を通して外側に行くようにこうやってください。直接法の方は何もすることはありません。もう取り付けるだけです。これで固定できました。続いては何をやるかというと、内針を元通りくっつけていきます。内針ですが、内針もですね、ちょうどこいつと同じ位置に穴を開けます。直接法の場合はこのようにくり抜いてあります。これね、カッターで簡単にできます。お車によってですね、これが紙みたいな木材を樹脂で固めたタイプのやつと、それから僕の場合はこういうね、凹凸の丸い、プラスチックの板です。一見これ硬そうだけれど、この凹凸でね、支えてる格好になって、圧を面で吸収するような格好になってるんで、実はね、非常に薄いプラスチック。桃とか梨とか段ボールの中入れるときにすっぽり入る型があるでしょ。プラスチックの緑色のやつ。あれのね、ちょっと厚い版だと思ってくれればいいです。本当ね、1ミリぐらいしかないかな。1ミリじゃない、1ミリもないからさ。だからカッターでスッスッスッってやればスポッと切れちゃうくらい薄いんです、これ。で、そこにフェルト生地が貼ってあるだけですから、簡単にカッターで加工できます。で、これをね、またあれだな。紐の方、紐はね、こうやって穴を開けたところに見えるかな。僕はね、このほつれないように6ミリのこのグロメット、これをね、買ってきてパチンとはめ込んであります。ここにね、紐を通そうと思います。はい。で、直接この穴を開ける方を選択した方は、さっきのカバーと同じでただ切り取るだけです。で、むき出しが嫌な人は内側からね、なんかこういうゴムシートでもいいし、僕は滑り止めシートがあったのでそれを貼っつけて指をこう入れたらこうなるように、してます。中が丸見えにならないようにしてますけど、別に構わないよっていう人はただ穴を開けて中が覗き込めるようにしててもいいと思います。では取り付けていきます。よいしょ。これを差し込んだら、これを
蓋開ける。もうこれで終わり。よいしょ。よいしょ。で、押すと。はい、これで終わり。これを残り、11個つけていきます。はい、これで元通り復元いたしました。で、先ほど開けた穴がここですね。それとこの紐です。じゃあ、機能するかどうかね、ちょっとやってみましょう。はい、まずはじゃあこの状態でね、ロックが解除されると、赤い、支え、これがバタンと外れますので、それでわかります。まず直接砲からいきます。でね、これ人差し指こう入れてやる予定だったんですけどね、結構力がいるんで、可能であれば親指でやった方がいいですね。親指を入れていきます。よいしょ。外れました。OK、成功です。じゃあ次、紐をいきます。紐を下に引いて、よっ。外れました。成功です。これね、上にやっちゃダメですよ。上とか横とか。これね、真下ね。真下にやると外れるということで、2つのですね、これでロックが、内側から外して開けられるようになりました。はい、それでは完全に閉めた状態で、やってみようと思いますが、多分皆さんの場合だったらすんなりいくと思います、どっちも。で僕のはですね、まず一つこの扉がついているから、この直接やる方って下から手を入れてレバー触れるんですけどね、力が入れられないんですよ。あとね、これもね、真下に引かないとダメだと思うんだよな。だから、とりあえずやってみます。まず奥の方からね、親指で親指でレバー届いたんですけど、ほら、だからこう手の角度がこんなになっちゃうんで、本当親指だけの力でダメだこれ。こっちで支えを入れて手が痛い。ちょっと2本指で、これでどうだ、これで人差し指かけてこっちでせーの、よっ、開いた開いた。もう一回親指でやって、やっぱダメかな。親指だとサポートができない。ダメだ。やっぱりこっち人差し指か何かで、人差し指にこっちの人差し指と中指で上から押さえて、せーの、よいしょ、いた。開けることはできるけど死ぬ。皆さんはこの扉がないからすんなりいくと思います。仮に力が片方で入んないなっても、もう一回こう指を添えてね、クッてやればいくはずですけど、添えるにしてもこれが邪魔しちゃって、畜生。まあまあ使えるということは分かりました。続いてこちらもですね、なんとなく予想つくな。こう引いてもどうせダメなんだよね。だから真下にやらなきゃダメなんだよね。せーの、よっ。結構いくんだけどな。ここだよ。ここで最後グッと下までいかないとダメなんだけど。開いた。なんとか開いた。あれだな。ドッって音がしないね、やっぱり。でなければ、これをピンと貼っといて、ここを押せばいいか。こういう感じで、せーの。痛い。いって。これね、1回ぐらいだったらいいけど、2回はここが痛くてダメだな。もしかしてこれさ、引っ張って貼っておいて、これスマホなんですけどね。これなんかこういうもので、いった。これ楽かも。今閉まって開かないんですよ。開かないけど、
ここをピンと糸を貼っといて、紐を貼っといて、で、こいつでね、この壁に沿った形で真下にグッと力入れてやると開く。これだな。だけど、参ったな。僕の車だけですよ。僕の車だけっていうかね、まず、僕の車ぐらいかな、こんな囲いつけてなんて。これがない人は、ここで全然問題ないと思います。それから、この真下に引くっていうことに関しては、僕みたいに床上げちゃってる、僕は、どんくらいだろう、これ。4センチ角の上に 1×4 を引いてるだけですけど、10センチはいかないけれど、かなり上がって、この穴にね、近い距離になってるんで、真下に引けないんですよ、これ。だから、真下に当たるあたりになんか滑車かなんかがあって引っ張るとかね。そういう力学的になんかやるっていうのも手だろうけど、一番簡単なのはさっきみたいにやってですね、ピンと張っておいて、ここをグッと押す。薄っぺらい板かなんかでやれば多分開くんじゃないですかね。いや、その板をどっかこの辺に常備しとかなきゃならないかな。ですね。ちょっと待ってくださいね。はい、戻ってきました。今ね、こんなもの作ってきました。かまぼこの板でもあればよかったんだけどないから、薄い板ですけどね、5ミリぐらいですね。後で紐でもつけて吊るしとこうと思うんです、この辺に。で、ここちょっとロープ引っ掛けるとこ作って、ちょっとやってみます。まずピーンと張る。でこの状態じゃ開かないんですね。もう一押しグッとなって、ドッと音がしないとダメなんで、さっきのスマホの代わりにこれで壁に近いところに寄せて、下に向かって、開いた。はい。よし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 。これでいけそうですね。床板とこの穴が近い方はですね、紐をピンと張っておいて、ここを何か薄いもので下に向かってグッと押す。そうすると開きます。力はいらないです。これがいいかな？僕の車的にはちょっと失敗だけど、皆さん的には別にこちらでもこちらでもね、使えると思います。床板をこんな上げてなくて、フラットのまま普通に使ってるよって人だったらこれで普通にグッと下に引けますから大丈夫だと思います。で、もしこうやって床上げてる人はね、なんか僕みたいなこういうもので板っ切れかなんかでグッと押すという形を取れば中から開けられるようになります。この紐なんですけどね、長さどのくらいにしたらいいかって、真下に引ける人は短くていいと思いますよ、ピッとただ、長い方が力がなくいろいろできるっていうのもあるから、ある程度余分に取ってた方がいいと思うんですけど、僕の場合はですね、ここに最初から1本渡してあるんです。何のためにこれつけてるかというと、カーテンを閉めた時にひらひらならないように、手前に来ないように、それから、リアゲートを車内から閉めるときに結構これでね、グッて下にやると手前にドアが寄ってきて閉まるので、ドアハンドルの代わりにもこれはなっています。なので、今回はこの長いやつを、ここでね、ずれないように最初に大きなこういう輪っか、父輪を作りまして、で、ここを一旦ほどいてね、この父輪の中に通して、もう一回、ここで縛ったと。で、常にこういう形で、ぶら下がってます。だから開けてもこのまんまぶら下がった状態でいるので邪魔にもならないし、で、さっきみたいに引っ張るときはこれを持ってね、グッと引っ張る。真下に引っ張れる人は本当にこの形だと手を入れてグッと下に下げれば扉開くようになると思いますんでね。はい。今日のお話、中からリアゲートを開ける方法ということで2つの方法をご紹介いたしました。大前提は車体に傷をつけないという方法でね、2種類やりましたが、ただ2種類とも内張りには穴を開けたり、必要な部分をカットしたりということでね、それも嫌だという方は止まっているピンがありますよね。これのうちのどれか1個を犠牲にしてここから紐を出して引っ張るっていう方法しかないかなと思います。ワイヤーでもいいですけど。ただし、ここから出すときは必ず内張りは問題ないんですけど、本体のこの鉄板のところにね、開けてある穴を使うんですけど、これがね、エッジが結構鋭いというか、バリとかはないけれどね、こうやっぱり紐でガリガリやると、パラコードなんていうのはボロボロにすぐなります。なので、そこは擦り切れないように。で、穴そのものに、
僕もグロメットをつけるとかっていうのをちょっとやってみたんだけど、力がかかるところにグロメットやるとめくれちゃうんですよね。でロープの方になんかそういうものを巻物したとしても、結局はその巻物がエッジに当たって擦り切れるんで、またビニールテープを巻き直ししたりとかしなきゃなんなくなるので、一番いいのはその穴も含めてこれが通るような、あるいはもっと細いやつでもいいですけど、パイプ、要はさっきのワイヤーのケーブルと同じですよ。パイプの中をワイヤーがこう移動する形、これで穴を回避すれば擦り切れる心配もないのでね、なんかそういった工夫が必要だと思います。まあそんなわけで、別に内装にちょっとね穴開けてもいいやっていう人だったら、今日僕がやったようなやり方でいいと思います。別に2種類やる必要はないですよ。どっちか気に入った方でいいと思うし、僕は2つやりました。紐もうまくいくかなってところもあったし、直接手でやったらそれが一番ね確実にガンといけるだろうなっていうことで、半開きの状態だったらどちらも有効でした。完全に閉めた時はこの扉と、床がですね災いしまして、ちょっと計算違いだったな。予測はしてたけどここまで苦戦するとは思わなかったし、最後の一つグッてところがね指先だけだと力がないんでダメでした。なんかね、工夫をさらにしないといけないような状況になって、こんなものまで作っちゃいましたけど、一応有効ですなので、今日の部分ね、こういう失敗した部分も含めて参考にしていただければと思います。本日もご視聴ありがとうございました。ぜひよろしかったらチャンネル登録お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあのー。